はい、皆さん、こんにちは。車大社カカカシノピーです。今回はね、ちょっと前にやったミ塗装樹脂が黒くなるのかっていうね、ソフト99のブラックパーツ1と、あとアーマーオール使って、1週間後どうなるのかっていうところで終わっていると思うんですが、一応概要欄に貼っておくので、見てない人はその前の動画見てください。今回は1週間後、1週間も経ってないんですが、現状どうなっているのかご覧ください。はい、この間施工したミ塗装樹脂がこれなんですが、わかるかな。ここにとマスキングの跡あるんだけど、奥側がアーマーオール、手前がソフト99ブラックパーツ1。差はないっていうか、施工前のと比べてもそこまで差がないっていう。やる前が0だとして、やった後が100だとしたら、もうね5ぐらいになってる今。なんなんこれ。もしもし、今回ですね、ブラックパーツ1っていう商品を買わせてもらって、その商品についてお問い合わせなんですけども、商品自体6ヶ月耐久って書いてあったんですが、施工してから1週間経たずにまた元に戻ってしまったんですけども、何か原因とかあったりしますでしょうか？なるほどですね。そういうこともあるんですね。かしこまりました。そしたら一度試してみます。はい、ありがとうございます。ということでね、ちょっといろいろ問い合わせてみた結果ね、原因はまず一つは硬化剤、コーティング、これが硬化する前に水に濡れたりするとそうなるケースもありますよと。24時間一応ね雨は降んなかったんですよ。だからもうそこは問題ないと思う。2日後ぐらいに台風はね来たんだけど、にしてもだよ、6ヶ月耐久って書いてあって、いや1週間経ってないじゃんと。固まってないっていうのはないと思うんですよねっていうのを言ったら、その次に考えられるのは、カサカサだから樹脂がね液剤を吸っちゃってこうなったんじゃないのかなと。そういった場合はもう一回施工してくださいということでした。これが一番ね僕の中では納得はできてないんだけど、2回目もう一回施工してみて、これで持たなかったらもう他の商品試そうかなと思っております。なのでとりあえずもう一回ねこちら施工したいと思います。でいろいろ聞いて、これ必要なんですかって聞いたら、油分がねついてなければ使わなくていいですよと。施工したばっかりだったら別にいいですよと。その前にこれ自体を綺麗にしてくださいと。一回こういうとこがついてるんで、だから綺麗にしてもう一度ちょっと施工しようかなと思っております。そしたらねこれもう一回綺麗にちょっと洗っていきます。でこの洗って落ちない汚れっていうの、水染みみたいなさ、これについちゃう白いシミ取れないやつ、ああいうのはどうすればいいんだろう。あれはねコーティング剤をやっても若干他と比べて白く残ってたんだよね。あれの落とし方知ってる人いれば教えてもらいたいなと思います。綺麗なんだよね。これでやったばっかだから。なんなら裏も綺麗だし、なんでだろうね。どう？綺麗になってんだけど、映るかな、こことかこういう白いところ、これをねどうやって落とすのかわかんない。綺麗に洗ってもねここは汚れが落ちないんですよ。とりあえずいいでしょう。これ水に濡らせばあらかたね綺麗に見えるんだけど、やっぱ白っちゃけてるね。これはしょうがない。一旦これで乾燥させて再度コーティングしていきたいと思います。そしたらね一応乾きましたと。これが1回施工した方、見た感じ施工前と比べると若干綺麗になってる感じはするんだけど、やっぱまだつうか全然だよね。ここら辺の通常日に当たってない部分、ここはね綺麗で、常に日が当たってる部分っていうのはやっぱこう水染みがあったりね、そういうので綺麗になってないんですよ。ここまで劣化するともうそもそも無理っていう可能性もなきにしもあらずかなっていう感じは今していますけど、落ちてもらわないと困るんだよね。他にもねこれを落とせるような商品もあるだろうし、とりあえずねもう一回施工してみましょうっていうことです。早速施工していきますか。そしたらね今回もマスキングテープ同じようなとこ貼りました。で前回はねアーマーオールこっち側施工したんだけど、今回はね施工しません。水性だしね、外に使うような商品じゃないっていうか、外にも使えるんだけど、これは耐久性とかそういう云々のやつじゃないので、アーマーオールはね今回はもうブラックパーツ1一本でちょっといきたいと思います。そしたらまずこのねリキッドバインダーと、今手触っちゃったので油分ついてるかもしれないから念のためこれで綺麗にしていきますと。使ってる時はねこの時点でもう黒くなんじゃないのかなっていうね勘違いをしてた。まずここではね全く黒くなんない、脱脂みたいなもんだよね。これは多分綺麗だから OK でしょう。で前回もね正直ね使い方 100% 合ってたかったらそのムラの関係でね言い訳になるんだけどね、正しい使い方
買ってやれるとちょっとアレンジしちゃったかなっていうところもあるので、なんかもう一回成功する、ワンモアチャンスですよ。使ってないところ軽く拭いてって OK。 さあついに来ましたよ、こちらハードコートクリア。これをね施工していきます。で量はねまだ半分ぐらい残ってるかな。使い方はこれを少量塗ってピーッと引いてって、で5分待ってから乾いたタオルで拭き上げつか慣らしていくっていう感じになるのかな。前回使ったね紙あれはもうないので、今回はタオルこれでやります。塗ってっちゃおっかな。そんなね量はつけなくていいと思うんだよね。この間ちょっと多すぎたかもしらん。比較的影響の少ないとこからこういう感じ、ここはね綺麗に塗れるんだよね。で5分って結構あっという間だよ。ちょっと不安なので、各パーツごとに行きたいな。できればなんていうんだろう、ここを塗ってその後こっちみたいな感じで行きたい。一旦ここは OK。 結構綺麗に塗れたと思う。こっから下ね、ここを5分後に乾燥したら空拭きで拭き上げて、その次に上側を攻めたいと思います。はい、そしたら5分経過したのでちょっと軽く、慣らしていきます。拭き上げるっていうか慣らす。でこれが、5分以上経過すると、慣らせなくなったりするみたい。いいでしょう。綺麗ですよ。この面をちょっと塗っていきます。このスポンジ全面使う必要ないので、この半分より先にちょっと塗ってやるとやりやすいかも。OK、とりあえず塗れました。この部分ちょっとね、ここがね上濃くて下薄いムラになっちゃってるんだけど、これちょっと5分後にね綺麗にならしていこうかな。ちょっと乾いてる部分と乾いてない部分みたいな境かな。そんな気にならない、実際に肉眼で見ても。そしたら5分経ったので、ここを慣らしていきます。 OK かな。どう？この線はね多分これ仕様なんだけど、塗りムラみたいなのはねやっぱ綺麗になくなりました。あと問題はここまでは綺麗になったんだけど、この大きいとこは塗りづらいけど塗る。でもう一回施工してみて思ったことが、ムラはねある程度ねしょうがない。5分後の慣らしで結構綺麗になるっていうのが分かりました。でこの面は比較的大きいのでスポンジ全体に塗りました。でここからこういった感じだね。でここで重要になってくるのが、塗りムラっていうよりは塗り残しがないように。スポンジを結構見れば分かるんだけど、こうつけると黒くなるんだよね。でなくなると白っぽくなってくるので、これをね見ながらこのスポンジにね残ってるかを判断する。水染みとかでもうしらっちゃけてるところ、そこはね完全に綺麗にならないね。とりあえず塗れたかな。でこれ見てもらおう。綺麗に塗れてはいるんだけど、この辺とかこの角度を変えれば分かるかな。ちょっと白くね水染みは残っちゃってます。でこれは落ちない、結論から言うと分かりにくいんだけど、スポンジのねこの跡がついてるんだけど、これはね後から全体的に慣らしていけば綺麗になります。そしたらとりあえずここまで5分間放置。そしたら5分経過したので慣らしていきます。でこの時に、今映像でわかるかわかんないんだけど、ちょっと厚塗りされた場所っていうのが、例えばこういうところなんだけど見えるかな、これを慣らしていく。で、違いは何て言うんだろう、ツヤツヤが若干、マッティーな感じになるね。ツヤはあるんだけどちょっと落ち着くっていうの、馴染むっていうのかな、それが正解。結構綺麗になったと思う。いくよ、じゃじゃーん。こんな感じ。違いわかるかな。これが施工前で施工後。前回もねここまで結構綺麗になったんだよね。そんなね前回と差があるわけではないんだけど、今回2回目っていうことでもう吸い取らないだろうっていう、大丈夫だろう、この状態で完了なんだけど、24時間、雨降んないと思うので、このまま車に取り付けて、また1週間後、耐久性はね6ヶ月なんだけど、別にね6ヶ月半年持ってくれってわけでもないんだよね。1ヶ月2ヶ月ぐらいだろうっていうのも正直あるし、6ヶ月書いたんだから6ヶ月持てよっていうのも分かるんだけど、1週間はさすがにないだろうと。1週間はもうとりあえず最低この間よりは持ってもらいたいっていう希望を込めてもう一度施工しました。で何度も言うようなんだけど、こういうシミ若干のね、これは完全には消えなかったね。
こう遠目でねこう見るぐらいだったら、例えば角度とか日に当てる角度によってはね全く問題ないんだけど、これはもうどうしようもない。この角度とか綺麗なんだけどね、綺麗になってるでしょっていう人もいると思うけど、僕はもう正直にここはね白くなってますと。そしたら、1週間後楽しみにしててくださいと。はい、そしたらね1週間後来ました。ようやくこんな感じです。わかるかな、映像で。こっちがブラックパーツ1を施工して、こっち未施工ね。ちょっと肉眼だとね黒ね蘇ってるんですよ。これすごい分かりにくいよね。ちょっと今から取り外してちょっと比較してみたいと思います。はい、そしたらね取り外しました。で取り外したのがこちら。どう分かる？こっちがブラックパーツ1を施工した方で、こっちが未施工の1週間後。ちょっとマスキング剥がしてみよう。いきます。どう違い分かる？もう一目瞭然だよね。ここなんか若干黒くなってるね。この粘着で取れたのかな、分からんけど、もう黒さが全然違う。これはね前半戦で1回施工した時はもうこれぐらいに戻ってたんですよ。1週間もしないぐらいで。けど今や2回目の施工、こんなくらい。あ、よかった、マジ2回施工しといて。汚れてるからちょっと拭いて。あ、すごい。特にさこの辺わかるかな、ほらこの辺とかもうちょっとね新品同等ぐらい黒くなってる。元の輝きをね取り戻してるね。けどやっぱりこの辺の多分ねカーシャンプーとか撥水シャンプーとかが残ったシミ、これはちょっと落ちてないわ。やっぱ施工してる時にもねちょっと残ってますっていう話をしたんだけど、もう完全に黒の輝きは取り戻しました。でもうほんと完全未施工のやつがこれが元だからね。こっちはなんかアーマーオールとか若干やっちゃってるんだけど、こうすれば分かりやすいかな。こっちなんかもう真っ白けっけでしょ。これがここまで蘇る。それがねブラックパーツ1になります。はい、といった感じでね動画の方以上になります。で結果さっき見せたんだけど、これぐらい黒くなりましたよと。重要なのは、1回施工してあらダメじゃんじゃなくて、そういう人はねもう劣化しすぎちゃってんだよね。こういう風に、これが元なんだけど、こういう風に劣化しすぎちゃってるので、このコーティング剤その成分を吸収しちゃうんだろうね。だから1回だけじゃなくて、今回みたいに2度塗り3度塗りまではいらないと思うんだけど、2度塗りぐらいはしてちょっと様子を見た方がいいのかなと思います。はい、なのでね皆さんぜひ気になった方はブラックパーツ1購入してみてください。で今回ね動画以上になるんですが、この動画いいと思ったら高評価、あとチャンネル登録も忘れずに。それではまた来週。